全体が明るくなったので、いろいろ活用できる空間に、植物のバッグですか、こうゆとり合う空間になったと思いますけど。いろんな種類の植物を、植えてきたんですけど、それがちょっと成長がしすぎちゃって、管理しにくい形になりましたから、管理しやすい形に整えようかなと思って、こういうふうにもいろいろと花は植えてあるんですけども、手入れしにくいっていうこの寒さ、雑草とかなんか手入れがもっとしやすいようにということで、植物をやっぱり間引きする、引いてありますけど、これ引き直して形で使っていこうかなとは思ってます。ベルリーレンガが出てくる。円盤はね、刺激しよう。これで一応全部取って、で出てきた材料に置いて、花壇、ちょっとちっちゃい目の花壇使って花台作ったり。そうですね、もうあまり大きな地種類系を植えるということで、こっちから掘り取ったクリスマスローズとかそういう類のやつを植えていけば成長はないんで、ちょっとお隣の近くに植えてもそれほど落ちたり障害ないと思うんで。いや、結構教会に近いところに結構香木が植わっておりましたから、アプローチ、この石を使ってグラウンドに貼っていきます。だから今度はもうこんだけ全体明るくなったので、お客様の方がいろいろ作業スペースとしていろいろ活用できる空間にしたいと思います。これデッキの下から円切りでベルリーレンガを使って、こっちは少し板が高くなるので、押さえつつそうこれもねベルリーレンガが出てくる。一応このぐらいの高さでだいたい仕上がっていくと思うんで、このブロックは今とりあえずこれ1段こう高いんで、一応階段にステップになってたのもともとあって、だからちょっと据え直してちょっとガラス
ここちょっとバランス的にここ腹台作ればちょっとこれも引き立つかな、ちょっとポイント的になるかな。ここにちょっと際にネギを、でこっちが浅いんで少しこっちちょっと立ててからね。こうやってトンいろいろと散らしていいことなのこれ。花壇これで終わりです。植物のバッグっつうか、そういう感じの。手前はここでエコグローブを巻いちゃうんで、エコグローブの一応土留めとして土で区切りを押さえっていう形で、こういう形でこっちも流動ひげ一応こういう感じで、でゴーグローの土留めになるんで、これを取ればここに竜のひげが植わるっていう形ですね。でこっちはあと買い出して。そうここもちょっとマスが低いんで今まで隠れてたんで、これはお客さんが旅行行ったりなんかした時に集めて、そういうちょっと思い出があるんで、
これグルーターですね。そう材料はねあるので。これお客さんがなんかタイルを持ってきてくれて、なんか建物の床のタイルがあるということで、柄に一緒によいしょポイント的にいいなと。これ粘板岩のね、一時流行ったんでね、このあそこでも貼ったじゃん、ランバリで、この種類。日本庭園の門のとこにの入り口のとこのランバリはこれ。名前なんだっけ、商品名なんですか。柄はこういう、ちょっと乾かしてでエコグローブ。はいはい。これはもう同じです。もう商品名の名前がいろいろついてるだけで。あれはもう、うちはこのメーカーを使うことが多いんで、エコグローブっていう名前使っちゃってますけど。全然もうこういう同じ考え方のあれですけど、中の配合とかね、なんか色合いとかそういうのは違ってくると思いますけど。
これでここは完成しました。ここのお宅もほとんどあるものを使って、地肌が見えないようにエコグローブで仕上げたという空間です。だからこういうタッチシステムないのにも全てお客様が自ら作ったやつです。その部分は残しておいて、植栽地もわずかに来た形で一応仕上げております。そうですね、こうすればもう雑草はノーマル、ここは生えない空間になって、あとちっちゃいほら石でああやってお客様が自分で模様にしたり、これからもっといろいろアレンジして、こんだけちょっと整備すれば広くなるので、ここ結構ゆとり合う空間になったと思いますけど、はい。こういうふうにもいろいろと花は植えてあるんですけども、手入れしにくい季節、この寒さがあるので、外から見栄えがいいような、そういうちょっと演出したいなという感じですね。はい。で、あと表の方もちょっと一回整理して、それでやっていきます。